前回は10位から6位の歴代パウンド・フォー・パウンドランキングを作成しましたが、今回は5位から1位の歴代パウンド・フォー・パウンドランキングになります。前回動画をご覧でない方はぜひ見てみてください。第5位、マイク・タイソン。生年月日、1966年6月30日。タイソンは元 WBA、WBC、IBF、世界ヘビー級統一王者です。また史上最年少の20歳でヘビー級王者になりました。タイソンはパワーもさることながら、ヘビー級ではありえないスピード、ボディへの内訳、ウィービングを主体としたディフェンス、打たれ強さを兼ね備えていました。身長178センチとヘビー級としては小柄ですが、素早い踏み込みと下半身のバネを生かしたフックで KO の山を築きました。ストレートを出すことはほぼなく、フックやアッパーが主体の選手です。シャドウやサンドバッグ打ちを見ると異常なスピードはわかると思います。パワーだけでなくスピードも異常でディフェンスも上手い選手でした。ウィービングやダッキングで相手のパンチをかわし、距離を詰め、飛び跳ねるようなフックで長身の相手にもパンチをヒットさせました。タイソンのパンチがかすっただけで相手が倒れたりと、全盛期は異質な存在でした。畠山選手、八重樫選手、細川バレンタイン選手など、プロの格闘家も歴代パウンド・フォー・パウンドにタイソンの名を挙げる人は多くいます。押村区は全盛期が非常に短かったことです。タイソンが親のように慕っていたカスタマトから絶対に近づくなと言われていたプロモータードン・キングと契約後は、私生活でも面倒を見ていたビル・ケイトンやケビン・ルーニーを解雇し、練習をおろそかになり、かつての輝きは見られなくなりました。この時期が1988年で、デビューした1985年からわずか3年での出来事です。ボクシングへの情熱もなくなっていき、練習もろくにしていなかったそうです。以前のようなウィービングやステップワークは見られず、パワーパンチに頼る選手になっていきました。1990年にジェームス・ダグラスに KO 負けし、王座陥落。それまでは37勝、33KO 無敗と化け物レコードを誇っていました。その後、1991年に暴行で逮捕され、1992年から3年間服役となり、25歳という大事な時期から約4年間のブランクを作ってしまいます。しかし1996年には WBC、WBA 世界ヘビー級王座を奪還します。かつての輝きがなく4年間のブランクがあるにもかかわらず、再び王者に返り咲くところは潜在能力が高いということでもあると思います。今回全盛期のみでのランキングなら1位に選出したかもしれませんが、キャリア全体を見ると肉体的にはまだまだ衰えない23歳あたりから下り坂になったことを評価しての順位となりました。辞書では現役時代にもドラッグやアルコールを摂取していたことを告白しています。たらればになりますが、もしタイソンがボクシングに真面目に取り組み続けていたら、さらにとんでもない選手になっていたのではないかと想像してしまいます。戦績、圧倒的な身体能力、全盛期のボクシングスキルを評価しました。第4位、モハメド・アリ。生年月日、1942年1月17日。アリは元 WBA、WBC 統一ヘビー級王者で、合計19度防衛、オリンピック金メダルを獲得した選手です。知名度はおそらく歴代でもナンバーワンで、ボクシングに詳しくない人でも多くが知っている選手だと思います。当時、パワーご両親スタイルが全盛だったヘビー級で、華麗なステップや素早いジャブでアウトボクシングを見せ、革命をもたらしました。アリの言葉、蝶のように舞い、蜂のように刺すはあまりにも有名ですね。当時のボクサーの動きと比べると、明らかにアリが異質なのが分かり、技術レベルが抜きん出ていたのが分かります。また、試合前に相手を挑発するトラッシュトークやビッグマウス、徴兵拒否や人種差別への反対運動など、リング外でも話題に事欠かないスターでした。現在では当たり前に行われる試合前のトラッシュトークやパフォーマンスもアリが多くの影響を与えたと思います。ちなみに金メダル獲得後、人種差別を受け、メダルを川に投げ捨てたという有名なエピソードがありますが、本人曰くメダルをなくしたためについた嘘だったとのことです。これもまた、弁が立つアリらしいエピソードですね。アリのキャリアの最初のハイライトは、ソニー・リストンとの世界タイトルマッチ。当時史上最強のハードパンチャーと評価されたリストンに対し、アリは絶対不利と言われていましたが、6ラウンド終了時 TKO 勝利。
ダイレクトリマッチで再びリストを迎えますが、1ラウンド KO 勝利の完勝で評価を確かなものにしました。その後、計9度の防衛を続けますが、1967年ベトナム戦争への徴兵を拒否や公民権運動をしていたアリはライセンス剥奪され、王座も剥奪されてしまいます。そして無罪の判決が出る1971年まで3年長い間のブランクを作ることになってしまいます。25歳から28歳というボクサーとして重要な時期のブランクはかなりの痛手だったでしょう。剥奪前の戦績は29戦無敗、9連続防衛中でした。本来ならもっと偉大な記録を残していたと思います。しかしこの行為がアリをボクサーの枠を超えたスターにしたとも言えます。復帰後、ジョー・フレイジャーやケン・ノートに負けを喫しますが、いずれも2度勝利しリベンジを果たしています。そしてアリが32歳の時、ジョー・フレイジャーやケン・ノートンを下していた41戦無敗の王者ジョージ・フォアマンに絶対不利と言われながらも勝利し、王者に返り咲きました。この試合はキンシャサの奇跡と呼ばれ、歴史に残る試合となりました。その後、アリはこのタイトルを10連続防衛しています。戦績、当時革命的だった技術レベル、不利と言われている試合での勝利、キャリア終盤を除いて負けた相手にリベンジを果たしている点を評価しました。アリはボクサーの枠を超えて一人の人間としても評価されていた選手でした。第3位、マニー・パッキャオ。生年月日、1978年12月17日。パッキャオはフライ級、スーパーバンタム級、スーパーフェザー級、ライト級、ウェルター級、スーパーウェルター級の6階級制覇王者です。フェザー級ではマルコ・アントニオ・バレラ、スーパーライト級ではリッキー・ハットンというメジャー4団体王座を保持していないながらも世界最強と目された王者に勝利しているため、これらの2階級を加えて海外メディアでは事実上の8階級制覇王者として評価・紹介されることが多いです。ウェイトの幅で言うと、フライ級からスーパーウェルター級という10階級という 20kg のウェイトの幅で活躍しており、年齢においても10代、20代、30代、40代で世界王者になり、幅広いウェイトで長く活躍しています。そして2021年8月21日には27戦無敗 IBF WBC 王者の強豪エロール・スペンス・ジュニアと統一戦を行う第一戦の現役です。幅広い階級、幅広い年齢で活躍できているということは、それだけ幅広いボクシングスタイルに対応できたということでもあり、ボクシングスキルの高さの証明と言えます。1995年にデビューし、42歳の2021年5月現在でも休養王者ではありますが、現役の WBA ウェルター級王者であり、国会議員、バスケットボール選手権、ヘッドコーチの肩書きを同時に持つ超人的な選手です。ファイトスタイルは、特に初期はアグレッシブで多少の被弾を気にせず、パワーパンチを生かしてインファイトで攻め立てる選手でした。2000年代からは新しいトレーナーのフレディ・ローチの影響からか、後期になるにつれ無駄な動きが減り、ステップでかわすディフェンスが上手くなっていきました。無尽蔵のスタミナでラウンドを重ねてもそのステップは衰えませんでした。いずれも相手から逃げずに打ち合う見ていて楽しい選手で、速い踏み込みから体重が乗った左ストレートは伸びも良く、スウェーでかわそうとした相手にもよくヒットしていました。パッキャオが評価されるべき点は、強敵とも積極的に対戦している点です。バレラ、マルケス、モラレス、デラフォーヤ、モズリー、メイウェザーと名だたる選手と対戦しています。特にメイウェザーとの対戦は惜しくも敗れましたが、両者のファイトマネーが合わせて300億円以上とも言われ、歴史的なビッグマッチでした。また、バレラ初戦やデラフォーヤ戦では、パッキャオ不利の下馬評を覆し、KO 勝利をしています。そして42歳となった今でも、強豪相手にタイトル戦を行っているのです。ボクシングスキル、前代未聞の実績、強敵との対戦や不利と言われている相手への勝利、年齢を重ねても高いレベルを維持している点を評価しました。第2位、ロイ・ジョーンズ・ジュニア。生年月日、1969年1月16日。ロイはオリンピック銀メダル、ミドル級からヘビー級の4階級王者で、最高連続防衛数7回、累計防衛数34回、ミドル級出身でヘビー級の王座を獲得した史上2人目の選手です。1989年から2018年の49歳まで29年間現役を続けた息の長い選手でもあります。運動神経のお化けみたいな選手で、バスケットボールのプロリーグで試合をしていたこともあり、バスケットボールの試合後に防衛戦をして勝つという信じられないエピソードもあります。
重量級ながら圧巻のスピードで運動神経と反射神経を生かしたステップ、ボディーワークや的確なパンチや高速のコンビネーション、全てがハイレベルなボクシングスキルでした。特にハンドスピードは驚異的で、相手がパンチを打てば数発カウンターを決め、さらにコンビネーション追撃するなど、ロイだけ違うスポーツをしているようでした。また、試合中に相手を挑発したり、余裕を見せて試合を盛り上げる選手で、試合中に後ろに両手を組み、パンチをかわし、カウンター一戦、相手を沈めたシーンはとても有名です。瞬発的な踏み込みからローモーションで放たれるパンチは避ける術もなく、衝撃的な KO シーンをいくつも作りました。また超人的な反射神経を生かしたディフェンスも圧巻でした。アントニオ・ターバーに敗れるまで50戦49勝1敗。1敗はモンテル・グリフィン戦で優位な試合展開の中でダウンを奪い、追撃による反則負けでダイレクトリマッチで1ラウンド KO 勝利しています。ですので50戦までは実質無敗と言ってもいい強さを誇っていました。当時は圧倒的な強さで同階級にはライバルがいないと言われ、ヘビー級まで階級を上げました。重量級は軽量級よりもウェイト幅が大きく、ミドル級からヘビー級までは 20kg 以上の体重差があり、4階級ではありますが、パッキャオ並みのウェイト幅で王者になっています。ロイは身長180センチとヘビー級にしては小柄で、タイソンのように分厚い体ではありません。そんなロイがヘビー級で王者になったことは快挙と言えるでしょう。また、ホプキンス、トニー、マッカラムなどの強豪にも勝利しています。戦績、圧倒的な運動神経、幅広いウェイト幅での活躍、ボクシングスキルを評価しました。番外編。ここで泣く泣くこのランキングに入れなかった選手を紹介していきます。パーネル・ウィテカー。ウィテカーは元 WBA、WBC、IBF、統一世界ライト級を含む4階級制覇王者です。KO 率は高くありませんが、オリンピックでも金メダルを獲得した天才的にディフェンスの上手い選手です。ディフェンスの上手さは歴代でもトニーと並んで随一ではないでしょうか。いくつかの判定での負けも現代の基準であれば勝ちだったのではないかという微妙なものでした。トーマス・ハーンズ。ハーンズはこのランキングでも紹介した黄金の中量級四天王の一人で、史上初の5階級制覇王者です。漫画「はじめの一歩」に出てくる真柴亮のモデルと言われていて、長いリーチから放たれるフリッカージャブが特徴で、デュランを2ラウンド KO で下した右ストレートはラスベガス恐怖の一撃と呼ばれ伝説となっています。ナジーム・ハメド。ハメドは元 IBF、WBO、WBC 世界フェザー級王者で37戦36勝 31KO、1敗の戦績を持つ選手です。ハメドは歴代パウンド・フォー・パウンドランキングではあまり名が上がらない選手ですが、個人的に大好きな選手です。だらりと両手を下げ、相手を挑発し、華麗に相手のパンチをかわしたと思ったら、一瞬で踏み込んで距離を詰め、パンチを当て KO するなど、変則的なスタイルにもかかわらず、連勝を続けていました。エドウィン・バレロ。バレロは元2階級世界王者で、27戦27勝 27KO と驚異の戦績を持つ選手です。バレロもハメドと同様、歴代パウンド・フォー・パウンドランキングでは、あまり名が上がらない選手ですが、異質な選手だったので紹介します。バレロはベネズエラ国籍でありながら日本のジムに所属し、日本人に馴染みのある選手でした。デビューから18戦連続1ラウンド KO を誇り、その後も連続 KO 勝利を重ねました。しかし2010年に妻を殺害し逮捕され、その後に自殺というショッキングな結末で28歳という若さで人生を終えました。このまま生き続けていたらどんな選手になったのか気になる選手でした。ワシル・ロマチェンコ。ロマチェンコは3階級制覇王者で2021年6月現在も現役の選手です。アマチュアで397戦396勝1敗という圧倒的な戦績を誇り、華麗なステップワークなど圧倒的なボクシングスキルを持つテクニシャンです。2020年10月のロペス戦での負けがなければ今回10位にランクインしていたかもしれません。リカルド・ロペス。ロペスは前回の歴代パウンド・フォー・パウンドランキング前編動画のコメントにも寄せられていた選手で、ミニマム級とライトフライ級の元王者で、アマチュア戦績40戦全勝、プロ戦績52戦51勝1引き分けの無敗の選手です。そしてプロキャリアは半分が世界戦であり、51戦のうち 37KO と軽量級にもかかわらず高い KO 率を誇っています。
連続防衛は21度、26連続世界タイトル戦で1引き分けを挟み連勝し、軽量級ではローマン・ゴンサレスと並んで歴代最強でも名が上がる選手です。井上尚弥。井上選手は当チャンネルの日本人歴代最強ランキングでも紹介しました。20戦無敗の3階級王者で、日本のボクシングファンには説明が必要ないほどの日本人歴代最強の選手です。20戦 17KO という高いパンチ力を武器に、ディフェンス、テクニック、ボクシング IQ など全てが高いレベルで、ダウンはおろかパンチを効かされた場面が1回しかないという圧倒的な強さを誇っています。リング誌のパウンド・フォー・パウンドランキングで日本人史上最高の2位を獲得しており、日本人としてどこまで名を残せるのか今後は楽しみな選手です。第1位、フロイド・メイウェザー・ジュニア。生年月日、1977年2月24日。メイウェザーはオリンピック銅メダル、プロ50戦50勝、スーパーフェザー級からスーパーウェルター級の元5階級王者です。ウェルター級では WBA、WBC、WBO、IBF、スーパーウェルター級では WBA、WBC で王座を獲得しています。最高連続防衛回数8回、累計防衛回数は23回です。史上初めて無敗のまま5階級制覇を達成し、その記録は今も破られていません。キャリア後半は判定が多く、ディフェンシブなスタイルですが、判定勝利も重要な勝利として考えた場合、ボクシングという競技において最も強いのはメイウェザーと判断しました。メイウェザーといえばディフェンシブなイメージが強いですが、キャリア序盤のスーパーフェザー級時代はむしろ KO 勝利が多く、ハンドスピードを生かしたコンビネーションで KO を重ねました。ウェイトに合わせてスタイルを変えていった適応力の高さと言えると思います。驚異的な反射神経とテクニックでパンチをかわし、それでいて的確にカウンターを当てていく、徹底的に打たせずに打つを繰り返す選手です。L 字ガードでのショルダーロール、パンチ&ロール、ロープワーク、パリングを用いたディフェンスにより、50戦のキャリアの中でパンチを効かされた場面は数えるほどです。生涯ダウンは自身の拳を痛めてリングに手をついたのが1回と、ダウン判定はされませんでしたが、一瞬リングに手をついての実質的なフラッシュダウンが1回のみです。深刻なダメージを負ってのダウンはありません。パンチを誘い、上半身だけで相手のパンチをギリギリでかわし、ノーモーションのストレートを当てるブルカウンター。そしてパンチ&ロールはもはや職人芸でした。勝ちに徹することができ、試合運びや対処能力も優れていました。マイダナ戦ではパワーパンチやマイダナのラフファイトに苦しめられ、2-0の判定で新勝しながらも、ダイレクトリマッチではマイダナを封じ込め 3-0 の判定勝利を収めています。苦戦をしながらも適応力の高さを見せました。総合的なボクシングスキルではやはりメイウェザーが頭一つ抜けているのではないかと思います。試合前のメイウェザー陣営の相手への嫌がらせとも取れる駆け引き、有利な状態での対戦相手の選び方など、嫌われる要素やアンフェアと捉えられる要素もありますが、それだけ勝ちにこだわっていた選手でした。その強気な言動やキャラクターからは想像つかないほど努力家でもありました。自他ともに認める練習量で早朝に起きトレーニングを始め、毎日20キロ走り込んでいたそうです。このランキングでも10位に入り、同じ L 字ガードを多用し天才的なディフェンスを見せていたジェームズ・トニーはセンスがあるものの練習嫌いで有名でしたが、メイウェザーは抜群のセンスに加え練習好きで有名でした。様々なボクサーに密着していた記者が、メイウェザーがダントツで練習量が多かったと言っているほどで、お前が遊んでいる時俺は練習している、お前が寝ている時俺は練習している、お前が練習している時もちろん俺も練習しているという自身の名言を残しました。コラレス、デラホーヤ、ザブジュター、当時無敗のハットン、マルケス、モズリー、カネロ、パッキョなど数々の強豪と戦い勝利しました。微妙な判定勝ちだったホセ・ルイス・カスティージョにも再戦し 3-0 の判定勝利しました。ここでメイウェザーのキャリアのハイライト3つを紹介します。1つ目はデラホーヤ戦です。2007年に当時史上初の6階級制覇王者であるデラホーヤ相手に行われたこの試合は世紀の一戦と言われ、当時の史上最多の240万件のペーパービュー売り上げを記録しました。メイウェザーにとって初めてのスーパーウェルター級での挑戦となりますが、デラフォーヤのパンチをいなし判定勝利。アグレッシブな試合ではなく、デラフォーヤは負けが込み始めたキャリア終盤ではありましたが、初めてのスーパーウェルター級で偉大な王者に勝利しました。2つ目はサウル・アルバレス戦です。
事前に両選手間の話し合いで決められた体重であるキャッチウェイトで行われ、通常より2ポンド少ない規定体重のスーパーウレター級ではありますが、後のパウンド4パウンド1、4階級制覇、当時無敗のカネロ相手に一方的に試合を展開します。カネロの強打はことごとく空を切り、メイウェザーは的確にカウンターを決め、判定勝利を収めました。3つ目はマニー・パッキャオ戦です。パッキャオはこの動画でも紹介した通り、歴史的な偉大な王者で、長年にわたりようやく実現したこの試合は歴代最高の460万件のペーパービューを記録。試合はメイウェザーがパッキャオのいいところを出させず 3-0 で判定勝利。両者のファイトマネー総額は300億円以上とも言われ、ボクシングの枠を加えスポーツ史に残る一戦となりました。ディフェンシブな戦い方に批判が集まりがちなメイウェザーですが、隙を見せないその徹底的に勝ちに徹するところこそがメイウェザーの強さなのではないでしょうか。よりアグレッシブさを評価していた昔の判定基準ではメイウェザーは勝てないという考えもあるかもしれませんが、メイウェザーならその時代の基準に合わせ適応していたと私は考えます。また実質的に38歳まで現役として活躍しました。戦績、圧倒的なボクシングスキル、ボクシング IQ、偉大な選手への勝利への徹底、年齢を重ねてのトップレベルをキープした点を評価しました。いかがでしたでしょうか。自分が思っているランキングと違う、なんであの選手が入っていないと思った方も多いと思います。もともと比較の難しいランキングであり、戦績、単純なボクシングスキル、戦ってきた相手、功績、KO率など何を基準にするか、個人の好みによっても大きく変わると思います。ぜひ皆さんの考えるパウンド4パウンドランキングもコメントで教えてください。前編の10位から5位のランキング動画をまだご覧になっていない方は、ぜひ合わせて見ていただけると嬉しいです。4度挑戦して、でダメでもこの諦めない折れない心ですよね。それがやっぱりこういう結果になったと思いますね。